うも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。つくしスティックでドラマーを担当する A 型のさやです。ちょっと嘘つきました今。いや全部嘘だろ。ちょっとじゃないんだ。どれが本当だったの？いやさっきなんかね、一個この時期の豆知識。つくし生えた後ってなんかさ、緑色のなんかパサパサのさ、なんか細いやつになるの知ってる？つくしの予後知らないようで。あ、もうその頃それも知らない？あんまり見たことないかも。そういえばそういう感じの人でしたか。じゃあこの話はなかったことにしましょう。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんていうか誰でしょうか？カリフラワー代打です。何が？何を代打してたこいつは。カリフラワー何を変わってんの？あ、カリフラワー。もっとマシなやつ出てこいよじゃあ。ナスブームなんだよね。あ、そうだ、すごいナスブームだね。ゲリラナスとか。はい、ということで今回こちら。髪色。もうなんかさ、ゲンさんにここに書いてって言われた文章が、確かにね、ちょっと長かったね。長すぎて、もうおさやさんの脳みそでは2文字ぐらいしか感知できなかった結果です。ということで今回やった企画はこちら。びっくりもさせないでほしい、あんまり。TikTok で大バズりしてた髪の上に絵の具が最初から塗ってある塗り絵チャレンジ。頑張ってた、すごい頑張ってた。大バズりって言っても2年前ぐらいらしいんですけど、はい、2年前ぐらいなんですが、おじさんとおばさんの自画自で生きてる。2年前とか2年とか中学生ほぼ卒業しちゃう。違うんですよ、もらってたやつなんね。もらってたやつかつ、我々も買ってたしで、しかも全部寝かせたっていう。やっぱドタバタする時期があるとさ、タイミング合わないとやらない企画ってあるじゃない。それがこちら、これミディアっていうね、なんか中国だったかなのキッズブランドというか、子供向けの画材というかチーク道具みたいなのを売ってたりするね、ブランドらしいんですけど、そこが出してるこれがなぜか海外の TikTok で大バズりしてたらしくて、でこれ何かっていうと、紙の上に最初から色が塗ってある塗り絵っていうのをやりましたね。ああ、そうだね。なんか線画を足すやつね、あれはね。逆塗り絵、リバースカラーリングブックって昔やったんだけど、ありました。あれのちょい後ぐらいか、と同じぐらいの時期にめっちゃ流行ったらしくて、今ももしかしたらねやってる、持ってるよっていうご家庭もあるかもしれないですけど、紙の上に最初からこう全てが完結している、こういうことです。どういうことみたいな、これ絵の具なのっていう、パッと見ただのさカラープリントなんですけど、すごい、そんな厚みもない。そうなんですよね、最初から筆もついてきて、ほら、あ、なんか家庭なと思った。そうここ分厚いなと思ったら後ろにね筆もついてきてて、これだけで水彩絵の具の塗り絵体験ができますよっていう、なんかすごいね、いいね、お手軽だ。なので今日はこれをやっていこうかな。やったぜ、俺たちも2年前の流行りに乗ろうぜ。再燃させていこう。俺たちだってね、俺たちが勝手に燃えよう。俺たちが燃えよう。やっていきたいと思います。じゃあとりあえず今日はね、これ一つ選んで楽しく塗っていこうかなと思いつつ、水さえあればだからこれでも遊べるっていう。ああ、そういう感じだよね。でこれなんか終わったらね、切り取ってしおりにできるらしいですよ。人生のしおりに、重たいね。どれにしようかな。これがいいな、人魚姫。はい、さやの方はなんかね、フェアリーテールドリームっていうなんかそういうテーマのやつで、僕の方がエンチャンティッドガーデン、もう全然よくわかんないけど、破壊と熱望っていうつけるな、変などれにしようかな。これも可愛いね。これでいこう。じゃあ切り離して塗っていきますか。よーいスタート。楽しい。これなんかさ、すごい緩いね、スタート。時間制限もなし。わかんないよ、だって水しか塗ってないもん。そうだよね。最初に水塗るなんて、それさやさんの技法？さやさん、さやさんっていうか、なんかそうパクるわ。ちょっと真似しないで。水彩画家さんの技ね。ちょっとチッチで、なんで自分のだけチッチ言うし、サイブのチッチないの？そんぐらいハンデ必要だろう。なんでだ。水彩メインの人なんだから。水彩画でね、横にねティッシュとか筆拭く紙ないのね、テニスコートに立ってラケット忘れたぐらいの感じでそんなに自分手でやらせていただきますみたいな。そんなティッシュ大事なんだ。それぐらいのデバフがある。ちょっと溶かしてみますね。待って、何色出るか。あ、出た。すごい。あ、出た。もにゃーってする。すごいね。あ、でもなんか、やばい、水のインクの量に少し不安がマジ？だって見て、ほら、もう少しちょっと溶かしたらちょっとハゲてる。ハゲてる。まずいね。まずいね。これはまずいんじゃないですか。
絵の具の量には限りがございますってことに今気づく。確かにそうだよね。ここ無尽蔵にあるわけないよね。だって紙なんですもん。ペラペラだもんね。で海外の方々はこれでリラクゼーションしてたんだ。かわいい。ねえ、紙が不安だけど私のさ水分量に耐えられるかな。なんかそう思った。なんか最後にさ触発されて水塗ってみたけど、これ水塗んない方がよかったんじゃない？そうだね。センさんがこうやってやりたかっただけでさマジ許せん。びっしょびしょなんだよね。許せねえマジで。ふにゃふにゃのびっちょびちょなんだよねこれ。許せねえ。ね、すごいさ、この間さ、キャメでそう、ちょっと待って。そう。レンさんが今からエピソードトークを今さ、話そうと思ってたところ。今かと？そう、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。私も金髪ちゃんにしようかな。でもね、ちょっと髪の毛をさ、赤にするとさ、ボリエルみたいになっちゃうからさ。ボリエル？でもボリエルでもいいじゃない？別に。ボリエルでもいい。だって赤置いてあるってことはこれ髪塗れってことじゃないの？そういうことだよね。やっぱりそういうことなんじゃないの？ってことは若干このカラーリングにはちょっとギリギリ感があるってこと？やっぱり？じゃあボリエルでいくわ。だってこのさ人魚姫といえばこの組み合わせですよねって色の提案がちょっとさちょっと危なくないこれ、よく考えたらいいのか。でもまあ配色にあれはないか。出来上がった結果そうだ、寄っちゃっただけだよねみたいな。でも別にね髪の毛は何色塗ってもいい、ね、そうそれを選んだのはあなたですよねみたいな。ワンピンクってどこで使うの？可愛いんですけど。ほっぺたに。ほっぺトゥ。ほっぺトゥとかじゃない？ほっぺトゥとかにいいか。こんなんだからどれに使うのじゃないのよ。好きに自分で、私はこの色って決めるの。これ今僕はすごい常識にとらわれて、緑系統で草を塗ったことを俺は後悔してる。とらわれちゃったねそれね。これとらわれてる。ろくでもねえ人間だよ。なんか水彩もさ最初本当にひねくれた理由でさ始めてたけどさ、てかまあカラーインクから来て、みんなは透明水彩やるけど私はカラーインク始めちゃいますしみたいなさ、本当にマジこじらせおばさんのさ始め方してさ、最終的にさみんなが水彩絵の具を選ぶ理由が分かった気がするっつってさ、おとなしく水彩絵の具を選びあれからでも 4,5 年経ったわけですよ。なんか気づくと経ってるもんだなって思わん？もうそんな経つ？そうまだなんかさずっと新参の気持ちなんだよね。水彩を使うなんかもう5年も経ってんだって感じしない？まあね、そろそろ小学校卒業できるじゃん。水彩小学校卒業でもさなんかそう考えるとさ、まだまだじゃん。お絵かき人生まだまだじゃってこと？そういうことじゃん。画狂老人マジ同時にどうなんだろう。俺マンジになるのかな。マンジになるまで書いてるかな。さや書いてそうなんだけど、こういうこと言うとなんかさって言われちゃうかもしれないんだけどさ、僕なんかその年になっても絵描いてんのかなっていうなんかすごい漠然としたビジョンがあんまりないんだよね。狂老人ただイカれた老人になるってことただただ怖いただただ怖いおじさんになる。でも最近本当にさやさんさ、なんか基礎アクションポイント増えてる感じしてさすごい嬉しいんだよね。マグネシウムのおかげで。そうこの前なんかさ別の動画でも言ったけど、イオンに普通に売ってるマグネシウム&カルシウムってやつ、それを飲み始めたらなんかすごいめちゃくちゃ元気になってしまってっていう。そうなんだよ。プラシーボなんかって思うぐらいさ、そうすごいんだよ。さやんだってさやが落ち込まないんだよ。そうあんまり落ち込まないで活動するんだよ。落ち込まないしさなんか逆にちょっとさ、今うざいぐらい自己肯定感高くてさ、私うまくねとかって言いながら家歩いてんだよ。怖くない？怖いよ俺もそれなんか飲んでみたんだよ、元気なんだよね。いやーやばいよねこの前とかさ2人でなんかさ信じられんぐらい元気なんだよね。いやそうメンタルが。お2人で散歩しながらさいやカルシウム&マグネシウムマジやばいわ、革命だわとかっつって、なんで今まで飲まなかったんだろうって言って、これを勧めるだけの動画撮ろうぜって言ったんだけど、でも待ってこれ危ないやつらにやめようぜみたいな本当に危ないってそういうね大体ねなんか飲み物系を勧めるのはね、なんか結構リスクなんだよね、怒られる可能性があるし、君たちにはあったけどねって話になっちゃうからさ、あんまりなんか人によってまあでもなんか別になんかさその変なものっていうよりその辺に売ってるから、いやそうその辺に売ってるやつなんだよ。別になんか別に何でもいいんだよ。イオンでも売ってたし、薬局で売ってるそのマグネシウム&カルシウムってやつをただ飲んでるだけなの。
最近何食べた？で最近さ漫画のさ、作画めっちゃ頑張ってんじゃん。そうすると全ての機能がオフになってさ、さやさん本当に食欲がね、止まってしまって。あら、なんかいいことなの悪いことなの？なんか3日連続パックご飯レンチンして海苔だけかけて食べてるっていうので、それだけ聞くとなんかダメそうだよね。ダメそうだよね、でもなんかさ今までだったらさ今日はお仕事をすごく頑張ったので、すごくさやの好きな美味しいものを食べなければならないっていう意気込みが常にあり続けてたの、じゃないと今日という私は報われないみたいな感じだったんだけど、あれかなみたいな感じになっちゃってんだよ。これはいいの悪いの？なんか際どいよね。なんか人間としては大事な機能が一つオフになってる感じもある。そうそれで言うとさ、全然それで言わないんだけど、この間なんかダンスしてたんだけどさ、僕。どういうこと？この間ね、子供の遊び場みたいなとこあるじゃん。ボールプールとかあるいろんな親子で行くような場所に行ったんだけど、その時にエビカニクスが流れたんですよ。ツタって流れてきたの。懐かしのね。エビカニクスって知ってます皆さん？エビカニクスでエビカニクスでってやつあるんですよ。エビカニクスで踊っちゃおうっていうやつで踊っちゃったわけですよ。それやっぱパラちゃん好きだし一緒にエビカニクスやるから踊ったのすごい。別にさ子供の遊び場だから気候でもないわけよ。パパが普通に娘とエビカニしてるから普通の光景じゃん。普通の光景でそこがガラス張りなのよ。商業施設内にある遊び場だから、でもまあ中でやってる分にはいいじゃん。でエビカニ普通にスッてやりながらパラちゃん移動してたの。こうやってノリノリで移動してて、スッてそのガラス張りのとこにキュッていった瞬間に女子中学生が2人で TikTok めっちゃ踊ってる2人とすっげえ目があってエビカニをノリノリで娘と踊ってるおじさんと中学生の女の子の2人がと目がパーンってあって、なんかすごいすいませんみたいな感じの空気で俺はいそいそとエビカニしながら別のまた戻っていく。その子たちの動画にエビカニのおじさんが混入したわけではない。多分あんまり人が来ない場所なんじゃない？来たんだよねエビカニのおじさんが来てしまってちょっと元気なくなってちょっと元気なんか混入してたわけじゃないんだ。よかった、危なかった。あれ逆向きだったらマジでエビカニするおじさん混入してると思う。不審者映っちゃったらどうせコメント欄とかで言われるんだから、後ろのおじさんエビカニ踊ってねって言われるんだからさ。純然たる不正者。本当に映り込みやめて、本当。これさ、このシステムでいろんな塗り合ったら楽しそうだな。あ、そうだね。最初から使う色がさ、決まってるっていう時点でなんかだいぶ悩まないで済むと思うし、これ確かに子供とかもそうだし大人向け塗り絵としてもね、楽しいと思う。このシステム楽しいかもね、お気軽にね。すごくないもん。実験施設みたいな。そうだ、実験。今なんか本当にバイオハザードででっかいさ瓶の中でポコポコしてる生き物、ね、培養液みたいな中につけられた生き物を落としていたよね。いたよ。どうしちゃった？そういう BOW だったのかも。体の中で BOW を育てる BOW。はい、ということで完成までいろいろとやっていきます。なんかこのままだと何かこうどんどん薄くなっていっちゃうので、で線がちょっとね、もともと結構グレー系の線が、そうこれペン入れ前提なんじゃなかろうかと思いながら書いてるんですけど、ちゃんとペン入れしようというね。はい。でペン入れをしながらなんとなく自分のタッチを勝手ながら入れさせていただいて、ちょっとだけ自分の世界観に引っ張ってくるっていう、なんかそれをね横でずっと見ていて、なんかそれいいなと思って、今から多分この同時期ぐらいにいいなと思ってやり始めてます。そうこんな感じでね、自分でこう少しアレンジした線を入れながら、自分で色も塗れるので楽しいなということも、なんか本当になんか無責任で今回なんか人様のこう絵を、人様の絵というか、こういう塗り絵なんであれなんですけど、塗り絵の良さあったよね。やっぱりそう楽しい。でちょっとこのアクレアでホワイト入れたりしてアレンジしたりね。はい。ほらさやさんもほら、やってるよ。なんかさやマジでさ、ちゃんと水彩の塗り方で塗ってるよね、さやのいつもの。そう楽しかった、ね、すごいいい感じ。そうベースに一旦こう、なんていうかこう緑色の尻尾にしたいけど、ちょっと先に赤置いとくとか、そういうのがねやっぱ楽しくて、ほら見た。確かにね、ほら見た。線が入ってきましたね。なんかゲンさんのいいなと思って。でさやさん基本的になんかこう、縁だけ、縁とちょっとだけ線を入れて、そういう感じなんだね。そうそう、普段自分のね、水彩の時も薄く水彩で線を入れる時と、がっつり濃く、ペンも使って線入れるみたいな。そして、後ろから出てくる。やめて、さやさん真ん中で描いて。さやさん本当にもうフレームアウトギリギリをなんか頑張って編集で拡大して拾ってもらってるみたいな感じになってる。この前もクジラさんに言われた。真ん中で描いてって。
ということで終わりました。いやすごい楽しく色塗りしただけなんですが、はい、こちらです。せーのドン。ペン入れちゃった。ペン入れちゃった。ホワイトも入れちゃった。ホワイトも入れちゃった。我慢できなくて。いやまあでもこういうアレンジも自由にねやっても楽しいと思うんですけど。なんかね塗った後やっぱり線がだいぶ灰色なんで。あ、そうだね。グレー寄りだからちょっとペン入れした方が可愛い感じになるかもと思ってねペンは入れましたが。そういや楽しかった。多分そういう風にやるんじゃないかな。ね、でももうそこからどんどんアレンジしてっていいよってやつだと思う。はい、そんな感じで。確かにこれちぎるとまた印象変わりますかね。ペリペリ。はい。まあこんな感じで剥がせると。お、剥がしたら、あ、しおりに。待って、切るの下手さすぎ。嘘。なんかケバケバになった。あ、下手すぎ。そうでしょ。まあということでこんな感じでしおりになりました。はい。やっぱなんかちゃんと塗ってるな。なんか水彩で塗ってる人感あるな。嘘、嬉しい。ありがとう。俺はそういうことやるとやめようと思って。そういうなんかね、あ、さやこういうことやってんだ、やってみようって言うとろくなことないから。最近あんまやんないようにしてる。やっぱりね、自分の本文から外れないようにしようと思って。ああ、そうだね。自分の手からこぼれ落ちていくから。はい。はい。あ、すごい楽しくできましたね。楽しかった。でこれパラちゃんとかともねできたら楽しいなと思ったんですが、注意書きでここなんか5歳以上で、あとかつ0歳から3歳もバツついてますね。あげないでって言ってるから。はいでなんで皆さんもしねこれやるっていう方いたら気をつけてください。はい。あれか舐めちゃったりするかもしれないってことなのかな直接。はいということで今回ですねこの最初から色が塗ってある塗り絵、どうやら TikTok でめっちゃバズってたらしい塗り絵をねやらせていただきましたが、まあこれすごい楽しかったね。 TikTok の動画のサイズではなく本当にじっくりがっつりの塗らせていただきましたって感じでね、しっかり楽しく普通に塗り絵しちゃいましちゃいましたけどペン入れまでしちゃってね。これはこれですごい気軽で本当楽しかった。確かに気ままにできるからでいっぱいなんかあるし色がやっぱ最初からついてるし、あと見てほらさっき気づいたの色ストックあんねん。足りなくなったらここがあるんだ。そう本当だ。助け舟が1回でもまあギリギリいけましたけどね、1回でもこれでとりあえずこれ1個あればお絵描きというか色塗りが気軽に楽しめるということでこれは結構楽しかったです。それこそ水彩さ道具とか全部集めてさじっくりやるのは確かにめんどくさいけどっていう。そうめんどくさいけどでもなんかそう気持ちちょっと挑戦だけしてみたいなだったらこれめっちゃいいと思う。ありかも。ぜひおすすめかも。大人の塗り絵みたいな気持ちでやってみてもいいかもしれない。逆にでもやっぱりしおりにするには少しペロペロになってしまいましたが、ゲンさんそんなことないの？いや、最後水を多すぎるんだよね。私のせいか。ちょっと水彩しすぎたんじゃない？考えないからしおりにすることを。ごめん先のこと考えてられなかった私。ごめん。ぜひ皆さん遊んでみてください。ぜひ水彩をやりたいと思った方はぜひ。早く水彩講座お願いします。今さやさんの水彩画講座せかしてますんで、よかったら皆さん水彩絵の具用意して待っててください。下絵の準備がさ、下絵の準備が。これ塗ろうか。これエイプリルフール。お後がよろしいようで。